皆さん、こんにちはなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日は遠く離れたアフリカの国、スーダンに注目していくのだ。実はね、みんなびっくりすると思うのだ。ピラミッドの数が世界一なのは、実はエジプトじゃなくてスーダンなのだ。その数、なんとエジプトの倍近くもあるらしいのだ。びっくりなのだ。今日はこのスーダンから、とっておきのニュースを3つご紹介するのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。セキュリティアカデミー。政府本部として適切かっていう、ちょっと考えさせられちゃう記事なのだ。戦争で破壊された首都ハルツームの代わりに、豪華なアカデミーに政府が移転する計画があるらしいのだ。これが本当に賢い選択なのか、みんなで見ていくのだ。今日の動画も面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするのだ。それでは早速、一緒にスーダンのニュースを見ていくのだ。アフリカ北東部、紅海に面するスーダンをご紹介するのだ。首都はナイル川合流点のハルツームなのだよ。古代文明が栄え、1956年に独立したスーダンには、およそ4700万人が暮らしているのだ。残念ながら、2023年からは大規模な衝突で人道危機が深刻なのだ。平和が望まれるのだよ。主な産業は農業や牧畜で、綿花やゴマなどが有名。アラブとアフリカの文化が融合したイスラム教が根付いている国なのだ。広大な砂漠やナイル川の自然も魅力だけど、今は何より平和と安全を祈るのだ。一つ目のニュースなのだ。人権団体スーダン、3ヶ月で502人のエチオピア人を強制送還、合法文書所持者も、という記事なのだ。家電子法人権センターの報告書によると、2025年3月から7月の間に、スーダンからエチオピア人502人以上が強制送還されたのだ。彼らの中には、合法的な書類を持っていたり、戦争で失ったりした人もいたのだ。これは、紛争中に、外国人の存在の再編成と称する作戦の一環なのだ。外国人が紛争に関与しているという非難が背景にあるのだ。目撃者によると、強制送還は突然行われ、書類を見せる間もなく、荷物もほとんどまとめられなかったのだ。多くの難民が、居住許可証や UNHCR 発行の難民カードを持っていたにもかかわらず、法的な地位を確認されずに送還されたのだ。戦争で国家機関が機能せず、書類更新ができなかった人も多かったのだ。2023年4月の戦争勃発後、スーダンは難民や移民にとって非常に危険な場所になったのだ。法の監視がない中で、治安機関は無差別逮捕、拘禁、強制送還を強めているのだ。暴力や人種差別、金銭的脅迫などの人権侵害が横行し、法的な権利が奪われているのだ。特に南スーダンへは、女性や子供、病人も亡命申請の機会なく追放されているのだ。報告書は、外国人をスパイと結びつける言説が暴力の温床になっていると警告し、強制送還の即時停止と国際基準への準拠、人権侵害の責任追及、被害者支援をスーダン当局と国際社会に勧告しているのだ。早く平和になってほしいのだ。二つ目のニュースなのだ。セキュリティアカデミー。政府本部として適切かという記事なのだ。スーダンのハルツームが戦争で破壊されたため、政府は賢い作戦に出たのだ。各省庁の修繕費用を節約して、電力や水道の復旧に充てるため、一時的に高等戦略治安研究アカデミーへ移転する計画なのだ。これは市民をハルツームに呼び戻すための大切な一手なのだ。このアカデミーはハルツームから少し南のナイル川沿いにあるとっても豪華な施設なのだ。広さは9万7000平方メートルもあって、2017年に開所したばかりなのに、図書館、ホテル、スポーツ施設まで完備された18棟もの建物があるのだ。まるでスーダンじゃないみたいって評判なのだ。都市計画の専門家さんも、電力と水道の復旧を最優先するのは賢明な判断だと褒めているのだ。
でもこのアカデミーは町の中心部から遠くて、毎日たくさんの人が訪れる省庁の拠点にするには規模やアクセス面でちょっと無理があるかもしれないのだって言っているのだ。それに前にはクーデターで閣僚がここに拘束されたこともあったから、なんだか皮肉な場所でもあるのだ。この豪華なアカデミーが果たして本当に政府の新しい拠点になるのか、みんなで注目しているのだ。3つ目のニュースなのだ。ハルツーム、恐怖と武装略奪の首都という記事なのだ。スーダンの首都ハルツームでは内戦から2年が過ぎても治安が悪化し続けているのだ。主要な軍事作戦が他の地域に移った後も、市民は武装した強奪や恐喝、殺人といった恐怖に直面しているのだ。かつて活気に満ちていたこの町は、今や恐怖に支配された無法地帯になっているのだ。戦争中に刑務所から逃げ出した犯罪者からなる民間ギャングや、所属不明の制服を着た集団が横行しているのだ。さらに、人権団体の報告では、軍の正規部隊も強奪や人権侵害に関与しているケースが多数確認されているのだ。家への侵入や財産の強奪、住民への脅迫が日常的に行われているのだ。軍が管理する非公式の拘束施設では、拷問や虐待も報告されているのだ。市民からは、支援部隊が去って安心したと思ったら、今度は軍が来て家財を奪っていったのだ、という悲痛な声が上がっているのだ。警察署は閉鎖され、法機能も停止しているため、市民はどこにも助けを求めることができないのだ。もはや犯罪は戦闘行為とは無関係に常態化しており、正規軍の責任が問われている深刻な状況なのだ。ハルツームでは法と秩序が失われ、市民は絶望の中にいるのだ。スーダンでは強制送還や治安悪化が深刻で、人道危機が続くのだ。政府は機能回復を目指すけれど、市民の皆さんは今も恐怖の中で暮らしているのだ。法と秩序が失われた現状は悲しいのだ。一日も早く平和が訪れ、人々が希望を持って安全に暮らせる未来を心から願うのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。